皆さんこんにちは。今回の Vlog は前回のナポリ旅行の続編としてアマルフィとポジターノへの日帰り旅行の様子をお届けします。この2つの町はナポリから電車とフェリーを乗り継いで行ったので少し大変ではあったんですが、景色がもう別格で美しくって本当に来てよかったと思える場所でした。この動画も最後まで見ていただけますと嬉しいです。ナポリ旅行のデイ2はホテルで朝ごはんを食べてから日帰りでアマルフィポジターノへ行ってきます。この2つの町へはまずナポリ中央駅から電車でサレルノという町まで行って、そのサレルノからフェリーに乗って向かいます。私たちは電車のチケットは前日にオンラインで予約をしました。というのも前日にナポリの街の人の多さにびっくりして、チケット予約しないと売り切れちゃうかもと思って焦って予約をしました。結果的に電車はそこまで混んでなかったんですが、春夏のハイシーズンの時期は予約すると安心です。この長い電車に乗ります。ナポリ中央駅はすごく大きくてプラットフォームもいっぱいありそうだったので早めに来るのがいいかと思います。車内は2列2列でとっても綺麗です。で、テーブル付きの4人席もあります。足元もそんなに狭くないので新幹線みたいに快適に過ごせました。山がある景色っていいですね。こうやって見ると日本の景色にちょっと似てる気がするのは私だけ？私たちは直通の電車に乗ったのでサレルノまでは40分ぐらいで着きました。今から港に向かって歩きます。海岸沿いにずっと遊歩道が走ってたりしてすごく雰囲気のいい街です。駅から歩いて5分ぐらいで港の入り口に到着です。サレルノ自体はあまり観光地化されていないのか、山に囲まれた港町という感じですごくのどかです。港にはフェリーのチケット売り場もあって、アマルフィポジターノ方面へは午前中は1時間に1本は出てるみたいです。またちょっとした軽食屋さんやお土産屋さんもあります。すでにレモングッズがいっぱい。靴下も可愛いです。私たちはこのサレルノからアマルフィまでのフェリーのチケットだけ前日にオンラインで予約をしました。オンラインでフェリーの時間を調べてからナポリからの電車の時間を決めるといいと思います。フェリーは屋根付きの中の部屋もあったんですが、景色を楽しみたかったので前のルーフトップの席に座りました。ちなみにサレルノの駅からアマルフィまではバスも出ていて、バスだと 2,3 ユーロで1時間ちょっとで行くことができます。ただ山道をずっと走ることになるのと、夏場だと車の渋滞が結構すごいらしいので、車用意する方は気をつけた方がいいかなと思います。フェリーだと海岸沿いの景色も楽しみながら移動できるので、個人的にはフェリーがおすすめです。あっという間にアマルフィの街に到着。この崖にそびえ立ってる家どうやって建てたんだろう。フェリーから見る街の景色も綺麗でしたが、街から見る海の眺めも綺麗ですね。アマルフィといえばレモンですよね。この海岸沿いの岸壁にもたくさんレモン畑があるそうで、アマルフィ産のレモンは通常のレモンよりはるかに大きくて皮に苦みがないことで有名らしいです。お昼過ぎから人が増えそうな感じだったので、まず先にレストランを探しに行こうと思います。私がレモンのパスタをどうしても食べたかったので、そのメニューがあるお店を選びました。レモンを堪能したくてレモンソーダ、これも酸っぱくて美味しい。レモンパスタはソースが濃厚なんですが、レモンがさっぱりしてるのでペロッと食べれちゃいました。お土産屋さんに入ってみます。
やっぱり全てのものにレモンが描かれていたり、レモン推しがすごいですね。小さい小物入れやタイル、あとお魚やレモンが描いてあるお皿もとっても可愛いです。ただ1皿25ユーロぐらいするのでお財布には厳しめです。街のすぐ入り口に立っているアマルフィ大聖堂は圧巻です。この大聖堂の前が広場になっていて、テラス席のあるレストランもあったりして人でにぎわってます。階段はちょっと登るのが怖かったけど登ってみました。このアマルフィ大聖堂は中を見学することもできて、大人は4ユーロで入場できます。アマルフィ大聖堂は外観が結構派手で独特だったと思うんですけれども、9世紀に建設されて、その後7回も改修をされていて、バロック建築、イスラーム建築、ゴシック建築などいろんな建築様式が混在している大聖堂だそうです。ここから見える鐘楼はイスラーム建築様式で、マヨルカ焼きのタイルで装飾されているそうです。さっき見ていた回廊は天国の回廊と呼ばれていて、その壁の一部にフレスコ画が未だに残ってます。地下の礼拝堂は厳かな雰囲気に包まれていて、ここの天井に描かれているフレスコ画もとっても美しいです。この豪華絢爛な祭壇にアマルフィの守護聖人である聖アンドレアが祀られているそうです。上に上がると大聖堂、外観はもちろん内装もとっても美しいので、ぜひ入場することをお勧めします。街のメインストリート的なところを歩いて散策してみようと思います。通りの至るところにレモンソルベが売ってあって、暑いのですっごく美味しそうです。通りの両側にはお土産屋さんやこういうサマードレスとかを売ったお洋服屋さんもたくさんあります。メインストリートは人も多くて暑かったんですが、一本入ってみると細い路地になってて涼しくて穴場です。やってきました。私が食べたかったシーフードのフリット屋さんです。定番のシーフードミックスを頼んでみました。すり身のボールやフィッシュオブザデイ、イカ、エビなどいろんなシーフードがゴロッゴロ入ってて、特にイカが美味しかったです。海沿いに戻ってきました。ビーチにいる人は海に入らず、みんな焼いてる感じでした。海沿いの道をブラブラお散歩するのも楽しいです。どこの角度からどこを見ても素敵です。ではそろそろアマルフィからポジターノへ向かうので、アマルフィバイバイ。ポジターノまではさっきと同じくトラベルマルというフェリーに乗って向かいます。ふと景色を見てみると、岸壁に開いた大きな穴、すごくないですか？この上に立ってる家は大丈夫なのかな？ポジターノは海岸沿いの岸壁にカラフルな家がたくさん立ち並んでいて、本当に可愛らしいです。この景色を見るためフェリーにして本当に良かったです。到着する前には写真スポットの争奪戦になってました。着いた瞬間にもう帰ってもいいかもって思わせてくれるほどの満足感を与えてくれるこの景色。水もとっても綺麗で、アマルフィよりもポジターノの方がビーチには良さそうです。アマルフィも人多いなと思ったけど、ポジターノの方がもっと多いですね。この海岸沿いにはテラス席のあるレストランもたくさん立ち並んでいて雰囲気良さそうです。
ポジターノはその綺麗な海と華やかで独特な景観から世界中からセレブが集まる街というふうに言われているそうです。最初にやってきたのはサンタマリア・アッスンタ教会。この白とゴールドの内装がとっても美しくて癒される空間でした。アマルフィでもポジターノでもこういう陶器でできたお皿が売ってあってすごく買いたくなります。やっぱセレブが集まる街っていうだけあって街全体に高級感がある気がします。あとはやっぱり岸壁に作られた街なので坂道がすっごく多いです。かわいいお土産屋さん発見。アマルフィと売ってるものはあんまり変わらんかも。かわいいけどやっぱり観光地価格ですね。本当に暑くて死にそうになりながらやっと到着したビューポイント。結局どこがベストビューポイントなのかはわからないけれど、この海から見て左側から見た景色もおそらく綺麗だと思います。私の体力があまりにもミジンコなのでレモンソルベ休憩を挟みます。さっぱりしてて生き返りました。余裕がなかったのでお店の名前見てなかったんですが、レモンソルベ以外にも他のデザートもあって美味しそうでした。ポジターノはカフェはあるっちゃあるんですけど一個一個が小さくてあまり席数がないので休憩場所を探すのがちょっと大変かなと思いました。なんかこう思わず写真を撮りたくなる細い路地とか可愛い外観のお土産屋さんとかがいっぱいあったのでもうバッテリーが死にそうだったので最後あんまり動画が撮れてません。すいません。帰りのフェリーはいい時間帯のものが売り切れてしまっていたのでサレルノのメインの港とは違うところに泊まるフェリーを取りました。ポジターノバイバイ。すっごく素敵な街で本当に来れてよかったです。実はポジターノからはソレントっていう街を経由して帰ることもできるんですがそっち向けのフェリーは本数が少なかったので諦めました。今回日帰りでアマルフィとポジターノに来ましたがアマルフィに一泊するなどしてゆっくり回るのもいいなと思いました。夜の景色もどんなのなのか気になります。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございました。いいねやコメント、チャンネル登録もお待ちしてます。ではでは。